どうも皆さんこんにちは。福井の映像屋さんの木野です。本日は Excel の VBA でこんな感じのマクロを作っていきたいと思います。 VBA を一度も使ったことがない方向けの内容になっていますので、一緒に作業しながらご視聴いただけますと幸いです。このチャンネルでは Web 制作や動画制作、 AI や PC スキルなど様々な情報を初心者の方向けに発信していますので、クリエイターを目指している方はぜひ今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまずパソコンの OS と Excel の相性についてです。 Windows のパソコンの場合は Excel との相性は一切問題ありません。そして実は Mac の場合は Windows ほどは Excel との相性がよくありません。ただ以前と比べると Mac の Excel の性能も結構上がっていて、十分に使える状態にはなってきているので Mac の方もご安心いただければと思います。今回は Mac の画面で VBA を使っていくので、 Windows の方は少しだけ画面の見え方が違ってくるかもしれませんが、基本的に操作内容は同じですので Windows の方もぜひ最後までご覧ください。では次に VBA とマクロについてです。この2つは似ているようで異なるものになっています。 VBA については Visual Basic for Application の略称で、マクロを作るためのプログラミング言語になります。 Excel 用のプログラミング言語だと認識いただいても大丈夫です。そしてマクロについてですが、これは自動化した処理や処理の実行のことであり、 VBA を使って作るものという感じになります。ただ VBA を使わずに記録という方法で作ることも可能です。このように VBA とマクロでは意味が大きく変わってまいりますので、ここはしっかり覚えておきましょう。では早速 VBA を書いていきたいと思いますので、まっさらな Excel を開きます。まず最初に環境設定を行う必要がありますので、上部のメニューの Excel から環境設定を選択しましょう。セキュリティを選択して、最初はおそらく警告を表示せずに全てのマクロを無効にするにチェックが入っていると思うので、警告を表示して全てのマクロを無効にするに変更しましょう。全てのマクロを有効にするを選んでも、もちろんマクロは使えるのですが、書いてある通り危険なコードが実行されてしまう可能性があるのでおすすめではありません。では一つ前の画面に戻り、今度はリボンとツールバーを選択しましょう。右側でメインタブの項目を表示し、おそらく開発がチェックされていない状態だと思うので、ここにチェックを入れます。右下の保存をクリックしましょう。環境設定はこれで完了なので×で閉じます。すると先ほどまではなかった開発タブがここに追加されました。開発タブをクリックすると開発関係の項目が表示されます。一番左にある Visual Basic をクリックしましょう。はい、VBA を書くための Visual Basic Editor、 通称 VBE が開かれました。ただこのグレーの部分に直接 VBA が書けるというわけではないので、次に上部の挿入から標準モジュールを挿入しましょう。このモジュールというウィンドウが実際に VBA を書いていく場所になります。では早速 VBA のコードを書いていきます。まずはサブテストと入力し、エンターキーを押しましょう。するとこのような状態になったと思います。このサブとエンドサブで囲われている範囲がサブプロシージャーと呼ばれるもので、つまりこれが一つのマクロだと思っていただければ大丈夫です。そしてテストというのは今回作るマクロのタイトルになります。実はここで一つ Mac と Windows の違いが出てくるのですが、 Windows の場合はモジュールの中でカナ入力もできるのでタイトルを日本語にもできるのですが、 Mac の場合には基本的にはそれができません。無理やりカナ入力をしようとすると不具合が発生してしまうというのが正確な表現です。2024年4月現在はこの状態ですが、今後改善されることを期待しましょう。ただ個人的には VBA を書くにあたってカナ入力はなくても問題ないかなとも思っています。ではサブプロシージャーの中に今回行う処理を書いていきます。
MSG ボックスダブルクォーテーションで囲ってハローワールドと記載しましょう。ハローワールドというテキストをポップアップで表示させるコードになります。では VBE の左上にある Excel のアイコンをクリックし Excel の画面に戻りましょう。そして左から2番目のマクロをクリックし VBA で作ったテストというマクロを選択します。マクロの場所は今開いている Excel Book1 を選択した状態で実行しましょう。はい、Excel 内のポップアップで Hello World と表示されました。ではまた Visual Basic をクリックし VBE の画面に戻りましょう。先ほどの Hello World を削除してこの位置にレンジカッコとダブルクォーテーションで囲って A1 ドットバリューと記載します。これはポップアップに表示させる内容を A1 のセルの範囲に記載されている値にするというコードになります。ではまた Excel の方に戻りましょう。A1 のセルの中にこんにちはと記載します。そしてマクロを実行しましょう。はい、A1 のセルに記載されているこんにちはがポップアップに表示されました。では最後にマクロをこのメニューからではなくボタンクリックで実行できるようにしましょう。メニューにあるボタンを選択してシートを一度クリックし先ほどのマクロを選択し OK をクリックしましょう。はい、ボタンが出来上がりました。位置やサイズももちろん変更可能です。ではこのボタンをクリックしてみましょう。はい、しっかりマクロが実行されこんにちはのポップアップが表示されました。A1 のセルの中のテキストを書き換えてボタンをクリックすればしっかり変更されたテキストがポップアップにも表示されています。 VBA によるマクロの完成です。いかがでしたでしょうか。 VBA とかマクロってなると結構硬い印象や難しい印象があるかもしれませんが案外簡単にこのぐらいの処理は実行させることが可能です。分かりづらかった部分があったりこういった機能を教えてほしいなどございましたらコメントをいただけますと幸いです。またこのチャンネルでは Web 制作や動画制作 AI や PC スキルなど様々な情報を初心者の方向けに発信していますのでチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。